皆さんこんにちは。本日の DKTV、またまたちょこちょこ、変更しておりますけれども、まあ足回りはね、ほぼ KW で決まってきてますよね。12キロ、12キロ。はい、もうほぼこれで決まりかなと思います。で、サーキット仕様のバンプ、リバンプもほぼ決まり。まあこれはもう絶対的にハイグリップタイヤ専用セットですね。そうですね。もうサーキット走るときはもうここをベースにしていこうかなと。そうですね。思います。あとはね、やっぱ僕なんかはやっぱこう一気にやるんじゃなくてちょこちょこやっていくのが好きなんで、今回 HKS のねキャタライザーを入れました。これは結構割とみんな評判良かったんで、じゃあ俺もつけてみようかなっていう、やっぱこう世の中を見てからねつけないとね。あとねオリドンチの ECU も入れて、であとねブレンボ入れたのでかいの、これはもう SPS の香港のね主催者の方が、じゃあしょうがないお前にはプレゼントしようと。まあ僕しょっちゅうサーキット走るんで、でちょっとこうノーマルだと400馬力ぐらいのシビックタイプだとちょっときついかな、ノーマルだと、それでプレゼントいただいて、であとねこれタワーバー、これ今ねアピット東雲で開発中、これがいいかどうかでキャタライザー ECU、ブレンボでかいの、このテストを今日はしてみようかなと思います。でなんか川辺のもあるよね。はい、うちの車も今日ちょっと乗っていただきたくて、あれはどうしたの？なんでかっていう話なんですけど、今こう土屋さんのサスペンション、車についてるサスペンション、うちの V3 クラブスポーツっていうのがベースでスプリングをレート上げてるんですけど、で基本的にこれと全く同じパッケージでうちのデモカーも今ついてます。でなんでうちのデモカーはわざわざそれをやってるかというと、もうこのパッケージでもう商品をうちの基準でもう開発をしようと今、進めてて、で今最終の車高設定値、調整幅ですね、それの最終チェックのために不具合がないかっていうのを最後土屋さんにちょっとここで乗っていただきたいなということでして、ちょっと今日は乗ってきました。じゃあ、あれは今後売り出すってことだよね。はい、この土屋さんのについてるのと同じパッケージでもう商品化して売り出します。いいじゃん、だってもうこれはもう足としてはほぼ完成だよ。そうですね。もうやっぱタイヤのグリップ高いのを履いてサーキット走りたい方は、やっぱりスプリングレーター欲しいなっていう方の要望が多いので、もう商品化しようと。あ、そう。じゃあ車高も全部一緒、アライメントも。土屋さんのよりは今うちの方が高くて、一番今設定値として設定しようとしてる一番高いところに設定してます。そこでスプリングが旋回密着しちゃわないかとか、それの最終チェックをしっかり今日舵をしっかりかけて、そういうのをちょっと見ていただきたいなと。いよいよ川辺発売ですか。まあだけど俺ので2年開発やってるからね、得は得だよ。自分でやんないで俺ので全部やらせてるからということで、ちらちら赤いのが赤じゃないですよ。 ARTA オレンジが見えてると思いますけど、これね東京オートサロンで2日で完売したの。2日で完売して、そうだからもうシビックオーナーにとってはね、これ見た人はもうパッと見でもうオートサロンに来てくれた人たちが、俺買う、完売で、やっぱりオートバックスとしては ARTA としてはでね、 ARTA としてはやっぱり完全なものをお客さんに渡したいんで、まだ完売しても最終チェックをするという。素晴らしい。いやだから本当にその普通の人がね、普通に乗るんだったらいいわけ、そんなに完売してまでテストする必要ないの。だけどもしかしたらこれ買った人が本当にサーキット専用で走るかもしれない、そういうのをやっぱり我々 ARTA としては見越さなきゃいけないからさ、完璧なものを出したいわけよ、俺と鈴木ハグには、しつこいのだから。そこでもう最終チェック、もう今度はもう本当にサーキット専用の走りたい人たちのためのブレーキパッドの開発を、で今回最終チェックで、なんとねエンドレスの会長が直々に来てテストに立ち会うという、あそこにいますけどもね、
会長が直々に来て、はい、ARTA-GT の、ね、最終確認を行うってなかなか贅沢だよ。贅沢ですねという今回は3本立てでお送りしたいと思います、はい。さあカーベイの最終確認テストです。うわ川あるぜ。2コーナーの先やばいな。2コーナー3コーナーの入り口、ここもやばいね。やっぱ川残るね。ここも濡れてるわ。まあ昨日あれだけ降ったからね。うわー、やっぱ川は消えないね。さあカーベイの最終テストです。これで最終的に売り出す予定でということなんですよね、カーベイはね。タイヤ冷えてるね。気温7度、全面濡れてるよね。足いいよね。12キロなんだけど全然硬くないんだよね。これがすごいわ。濡れてる。結構濡れてる。川まだ流れてるし。これは難しいぞ。このコースっていうか今日の袖ヶ浦は難しい。このハーフウェットはちょっと今日は本当難しいな。いい足だね。もう濡れてるところでフルブレーキングだからめちゃ難しいよ。ここが濡れて川なんだよね。いい足だよ。本当になんかもう安心できるいい足だ。跳ねない。これはいい。なかなかいいぞ。いやー、このバネとこのダンパーのセットはいい。アライメントも前回の KW の時はちょっとトーアウトになってたんだよね。でも入り口ダを入れて荷重かけるとオーバーになってたから、それを僕の車シビックタイプ R FL5 ねと同じセットにしたんですよ。アライメントも一緒にして、だからもうバネもバンプリバンプも一緒で、何が違うかっていうと車高だけ、KW の推奨値になってんだよね。僕のはもうちょい下げてます。
25ミリぐらいノーマルから下がってるのかな。特に変な音がするとか不具合も何もないですか？左フロントからちょっと邪弾が出てる。ああ、まあサスペンションじゃない話かもしれないですね。違うそうそうそう。了解で、一応データ上は、数値上っていうか、は問題ない範囲の一番高いところで設定してたんで、車高を、これで問題なければもうあとはこれが最終チェックとして、はい、もうあとは詰めていけるので。いやこれで全然問題ないよ。ありがとうございます。12、12で、バネレート12なんだけど、全然跳ねないし、でこうギャップに乗っても縁石に乗っても一発で収まるしさ、もうここのコーナーとかも見てたんですけど、かなり安定して走れてるなというのがあったんで。いいよ、全然縁石も使えるし、これタイヤ今回052ですけど、土屋さんはいつも 12D とか、ARTA は 71RZ とか、もうこのクラスのタイヤでっていう感じですね。まあハイグリップを履く人のための足回りだよね、これね。これはこれでもう完成でいいんじゃない？はい、ありがとうございます。最後アライメント、この間のトーアウト直しましたけど、全然いいよ。 OK ですか？全然大丈夫。ありがとうございます。でまともにちゃんと走るよかったです。ありがとうございました。はい、ということです。もうどこもかしこも濡れてるよ。気温7度。タイヤ温まんないよね、一周じゃ。いやだけどこの足はいい足だね。ほんと仕上がりました。まあサーキット走んない人だったら10キロ10キロ乗り心地をっていう人だったら8キロ7キロとかね、ありだけど、この12、12全然跳ねないよ。ほんとしっとりしてる。そろそろ行ってみますか。まだ温まってはいないけどね。まあ内圧 2.1 は来てるから、川はほんとやばいぜ。ほんとやばいね。袖ヶ浦走って鈴鹿走った 12D だから、もうかなり減ってるから、もうちょっと濡れててもやばいよね。デフ入ってるからいいね、結構ね。ここはやばいぜ、ほ
んとやばいぜ。こう小さくいかないと。ほらほんとやばいんだから。タイヤの溝がないとこうなりますよ皆さん。ちょっと濡れてるだけでもこんなんなっちゃうもんね。こういう脱出はで入ってると楽だよね。タイヤの溝だ、溝。重要なのは12D だから大丈夫なんてことはない。ラインを変えました。もう正規のラインじゃなくて濡れてないところにブレーキングで乗せます。減ってるタイヤはきつい。溝がないじゃん。タイヤの溝が袖ヶ浦走って鈴鹿走ってここだからさ、相当使ってますよねこのタイヤも。相当使っててめちゃ濡れてるとこやばい。怖そうですね。めっちゃ怖いよ。052で行けたから行けるかなと思ったらもう真横向くし。なぜうちのあれド新品だったんで今日は。やっぱタイヤはド新品がいいよ。そうですね。さっきと3回目のタイヤはね、ちょっときついかも。ましてやこの濡れ具合がさ、まだこう川になってるから、やっぱりこう皆さんはね雨の日はニュータイヤがいいと思います。まあでも足はいいね。 OK ですか。足は本当いい。もうこのパッケージで12とは思えないしっとり感があってさ、で落ち着いてる。もうしっかりしてるけど跳ねなくてっていうのが多分一番乗りやすくて攻めやすいと思うんですよね。と思う。もうこのパッケージでね、ARTA の車もこのパッケージの一緒だもんね、ついてますんで。だから、俺が乗って鈴木あぐりが乗って野尻が乗ってこの足でもう OK。だからやっぱもう今までこうずっとこれで開発してきて、こうやってワイドトレッドになってもやっぱり追従してくるよね、この足はね。ここまで行ってもまあ対応できるかなっていうところが、そうということでした。まあ、KW とねうちの足は全く一緒ですけれども、ダンパーのセットがちょっと違うかな。ちょっと違いますね。バンプリバンプがね、俺の方がちょっとハード気味っていう感じで、まあその人のね好みで応じてダンパーはいじっていけばいいと思います。まあ基本の数値はこちらで、推奨値ありますね。推奨値で言っていただければと思います。後半は ARTA GT シビックタイプ R いきます。さあ ARTA GT 最終仕上げのテストです。ARTA シビックタイプ R GT まあ皆さんがね買っていただいた皆さんが全員サーキットを走るとは限らないんですけど、
サーキットをガンガン走る人のための最終仕上げです。やっぱりこうサーキットを楽しく安全に走るにはブレーキが一番大事だと思うんで、もう足回りは僕のシビックタイプ R でね400馬力オーバーでテストしてほぼ決まったんですけれども、最終的にやっぱブレーキですよね。ブレーキでやっぱこう安全を確保するっていう、そこの最終仕上げを今日したいと思います。まあなんだかんだね、鈴木あぐりと1年間ああでもねこうでもねってやってきて、デザインが決まって空力のテストをしていろいろやりました。さあ行ってきます。お願いします。川は残ってますね。この川やばいよね。まあ今日はコーナーのテストじゃないからね、足回りのテストじゃないから、最終仕上げのブレーキです。最終的に今たどり着いたのがエンドレスのストリートからサーキットまで行けるブレーキ、耐熱性にも優れていて、タッチ、あとはもう効きが安定してくるっていうね、そういう設定になってます。まあなんだかんだほんと鈴木あぐりと1年間作り上げてきて、ようやく完成してね。でまあ足回りは僕のシビックタイプ R でテストしてましたけど、ダンパーのセットはちょっと違いますよ。やっぱりパワーも僕のよりもちょっと多いし、あとはやっぱりそのワイドトレッドになってるんでね、コーナーはもちろんいいんですけど、本当なんかもうそういうのも煮詰めていくのが大変でしたね。ブレーキのタッチはいいぞ。まあ僕と鈴木あぐりと仕上げてきて、で最終的にプロドライバーホンダのエースのね野尻君に乗ってもらって、ダンパーのセットもバネレーターのセットも完了しました。やっぱりそこでちょっとブレーキに物足んないなっていう、ガツンとくるものが欲しかったんでね、まあ一般の道でもそうですけど、やっぱり人とか自転車とか飛び出してきたことのために 0.1 秒でも早く止まるっていう、そこが重要だと思ったんで、この最終テストに入ってます。RE71RZ めちゃいいじゃん。ちょっとめちゃいいね。今の川も、そんな飛ばしてるわけじゃないんだけど、やっぱ違うね。僕のヘリに減った 71RS に比べたらどこも不安要素がない。いい車だね。だけどね、本当にとことんやるとこういう車できちゃうんだよね。川はなくなりませんね。やっぱ気温が低いから乾かないね。乾かないけど、今日の最終テストはもう足は出来上がってるんでね、空力も。あとはもう本当最後サーキットを走る人たちのためだけにブレーキテストです。
他はもう滑る。ブレーキ全然問題なし。ブレーキ結構突っ込める。ここがやばいんで、2コーナーで3コーナーの入り口、ここで濡れてからフルブレーキング、荷重が左にかかったままフルブレーキングだからね、濡れてるところからだからすげえ辛いよね。でクリップの革でしょ、あれは結構きついよ。あとこの3コーナー乾かないね。この2本1本2本で外が3本目、ここでまた革で、ここもまだ乾かないね。まあ気温が低いせいだけどね。ここもそう革。まあだけどね、こういうので練習しとくとさ、だから雨の日とか雪の日とかは本当勉強になるよ。車がどういう動きするか。でもブレーキめっちゃいいわ。なんともない。ブレーキなんともない。ずーっと最初から最後まで全然変わんない。いやでも本当ブレーキすげえ安心。今日ちょっとそこが一番ね、はい、最終的にやっぱり ARTA-GT 買ってくれる人はサーキット走る人もいるかもね。だからそういう人のためにやっぱり安心安全な、何周回っても変わりませんよっていう機器がさ、そこは重要だよね。よかった。無事これで最終チェック終了です。すごいよね、完売してからもテストをやるって。そこがちゃんと信用できるところじゃないですかね。今日は、KW の足とかね、あれ完成してもう市販はいつぐらい？もう先行予約で、受付を始めようと思いますので、一応2026年は20キットぐらいは、予約を受けて、バックコード受けられると思うので、ちょっと納品がいつになるかっていうのは、その都度お答えする形なんですけど。本国だもんね。はい、そうだよね。はい。もうほぼほぼ今日のテストで、この車も同じパッケージのサスペンションのスプリング含めてついてるので、そう、KW のテストカーから、このワイドトレッドに至るまで、この足でいけちゃうってことだよね。そういうことに、結構キャパ広くね、キャパ広いよね。思いますね。ということで、興味のある方は KW の方にどうぞお寄せください。だけどKW のノーマルエンジンのテストカーから僕の400馬力で、こっちの430馬力、もう全部にこう対応してるクラブスポーツ。いや12キロでこんな乗り心地のいい足は世の中にはあんまりないと思いますこれはいい。以上 DKTV でした。ありがとうございます。いやよかった。ありがとう。こちらこそありがとうございましたね。本当によかったです。もう困ってたんですよ、僕ら。これどうしようって本当によかったです。これからも頑張ろう。頑張りましょう。はい。